こんばんは、KK バディです。初挨拶はい、ということで今回は、海外旅行に預けて荷物なしで行くパッキングを紹介したいと思います。私たちはいつも LCC で行くから重量制限が7キロなんだよね、だいたい。このリュック1人1個でだいたい3泊4日とか4泊5日とかは過ごしてます。今回もこのリュックに7キロ以内で詰めていきたいと思います。ちなみにケンちゃんはじゃじゃーん、これどっちの方が容量入るんだっけ？忘れちゃったね。これ30プラスって書いてある。30プラスだから伸ばしたら30でプラスあるけど、こっち35なんじゃない？ああ、これ 35？ 違う、あ、そうか、ほんとだ。じゃあ一応こっちの方が入るかもねって感じですが、ほぼ同じサイズ。私たちは今回ジェットスターで行くんですけど、ジェットスターの機内にお持ち込みいただけるキャリーケースはお手荷物1個とハンドバッグなどのお手回り品1個、計2個。私たちはこれと、あと私はいつもこのトポロジーのここにドリンクが入るタイプのバッグに貴重品を入れて持ってってます。で、合計7キロまでとなります。サイズは高さ56センチ×幅36センチ×奥行き23センチ以下です。ピーチで行くことも多いんだけど、ピーチは40センチ×50センチ×25センチ3辺の合計が115センチ以内、1人当たり合計7キロまでで、個数はジェットスターと一緒で身の回りの品を含め1人2個までです。ちょっとサイズが違うけど重さは一緒ですね。で、ピーチもこれでいきます、ということで早速入れていきたいと思います。ちなみにこの規定は今2025年の3月のやつなので、最新情報を確認して一応詰めてください。台湾の3月は結構暑いっぽいので、洋服は私はこのグラミチのパンツ、結構薄手で洗ってもすぐ乾くから旅行の時によく使ってます。このパンツと、あとこれ持ってくかちょっと迷ってるんだけど、薄いから一応持ってくことにして、これユニクロのパラシュートパンツっていうんだっけ。そう、これも洗ってもすぐ次の日に乾くから、台湾汗かいたりするからズボンいっぱい持ってきたくないけど洗えて便利って感じです。そう、蚊がいるから台湾はあんまり半ズボンとか履きたくなくて、できればこういう通気性のいい長ズボンで過ごそうかなって思ってます。ということでズボンは一旦この2本です。これパッドが入ってるから暑い国に行くときはすごい重宝してて、丈はね、袖の長さがなんかゴブみたいな感じで、後ろの背中もざっくり開いてるから結構暑くても便利なんだよ。暑すぎないって感じで。じゃあこれ1枚と、あとは T シャツ、いつも着てる白 T 3枚持っていきたいと思います。やっぱり旅行になるとこういうガシガシ洗ってもいいやつとか汚れてもいいやつとか使いやすいので、いつも同じ T シャツ着てます。もう YouTube さ、大体みんな違う洋服着たりしてるけどさ、毎回同じです。あと下着、
これベトナムの下着は4回寝るから4枚ずつですね。はい、入れます。後で日焼けしたくないので、体はいいんだけど顔は日焼けしたくないので帽子必須。靴下も4足、一応長めの靴下といつも履いてる大好きなタオル。これも汚いけどカリシュバー。はい、あとショーン・ザ・シープ、羊のショーンです。はい、まあ靴下の紹介はいいと思うんですけど、靴下4足みんな順番に一緒に入れてくださいね、予定ある人は。あとこれもめっちゃ可愛いの、ひな祭りのタオル。ハンカチはちょっとかさばるので2枚。これ台北の4漢字のハオハオだったかな、雑貨屋さんで買いました。悠々カード使えるお店です。でタオルを2個。あとめっちゃ大事なのがエコバッグ。スーパーとかなんかお土産買った時とかに入れたいからエコバッグも持っていきます。続いて忘れてたティッシュ大事。そういう系でいくと、消毒液も持っていきます。結構ね、夜市とかサクッと入るようなお店とかはティッシュとかウェットティッシュとかないことが多いので持ってた方がいいと思います。ではスキンケアいきましょう。はい、ということでスキンケアなんですけど、だいたいホテルにあるシャンプーとかリンスとかあんまり好きじゃないことが多いので、このパウチでシャンプーとリンスと洗顔とクレンジングと化粧水、美容液、あ、そうだ、あと日焼け止め兼下地、これ大事。日焼けしないようにね。であとはコスメなので省略。あと歯ブラシはいつも持って行ってます。液体が機内持ち込みの場合はどの航空会社もだいたい 100ml 以下の容器じゃないとダメなので、例えば液体が 80ml で容器が 130ml とかだったらアウトなので、それはお気をつけください。でこっちにジップロックにそういう液体物は入れるんですけど、コンタクトの洗浄水が入ってます。スキンケアとメイクは以上です。機内で使うから手元に置いときたいシリーズとしては、この蒸気でアイマスク、これ本当助かる。飛行機の中で今回深夜便だから寝ると思うんですけど、これがあれば一発睡眠できます。私はケンちゃんこれあってもあんま寝れないよね。寝れない。飛行機寝れないタイプ。私は爆睡タイプですが、まあこれは帰りかな。足が疲れてたら機内で使ったりとかしたいので機内の中に持ってくる。あとはマスク、喉ガラガラになっちゃうので、これブーディっていうブランドの竹でできてるマスクで何回も洗えるしすごい便利。寝るときに使ってます。あとイヤフォン、私は未だに1000のものを使っています。AirPods 持ってたんだけど、なんかシリコンで耳の中が荒れちゃって外耳炎みたいになっちゃって大変なことになって使ってません。で今はアンカーのめっちゃ安いやつを使ってます。街中歩く時にこのバッグこんな感じでいつも使ってるんだけど、今回はカメラも持って行きたくて、ちょっとすごいボロいんですけど、お友達にね誕生日プレゼントでこれもらってずっともう何年も使ってる。これがすごい便利なサイズでちっちゃいの。こっちに今回しようかなって思ってます。ちょっとでも迷い中だから皆さんもポシェット系かこういうちっちゃいリュックかどっちか街歩き用に持ってた方がいいと思います。あと大事なのはサングラスですね。必須。太陽強いから。細かいものなんですけど持ってってもいいかなっていうものは常備薬。こ
私はいつも頭痛薬と一応風邪薬と、あと食べまくるから抗体酸、あと酔い止めとビタミン C とビオフェルミン、これは全部いつもどんな時でもだいたい持ってます。あと海外旅行で忘れちゃいけないのがパスポートですね。パスポートもちろん持っていきます。あとだいたい機内で入国の書類を書いたりするからペンも一緒にこのパスポートケースに入れて持ち歩いてます。で台湾は入国の紙書かずにオンラインでできるみたいなんだけど、ちょっとオンラインでやってできてませんとか言われたら嫌だからいつももう普通に書いちゃうんだけど、オンラインでもできるみたいなので書くのめんどくさいっていう人は事前にそれをチェックするといいと思います。もしすでに台湾に行ったことがある人は余ってる現金とか、あと交通系の悠々カードがあればそれも忘れずに持っていった方がいいと思うので、海外旅行に行くときはいつも普段使ってるお財布じゃなくて万が一落としてもショックじゃないものを使ってます。これはね、ベトナムのエッグコーヒーだっけ？エッグコーヒーの店だよ。そう、エッグコーヒーで、ご自由にお取りくださいにあったの。バッテリー、台湾は、変換プラグいらずに日本のこのタイプで使えますので、はい、そのまま持っていっていただければいいと思うんですけど、これは、アンカーのめっちゃ使いやすいガンプライムって書いてある。モバイルバッテリー別にいらないよっていう人は充電器だけ持っていけばいいと思うので、充電器とコード、ケーブル入れてください。そんな感じかな。じゃあちょっと入れたか確認していきますね。まず必須なものがパスポート、クレジットと現金、スマホ、洋服、下着、靴下。便利アイテムは折りたたみ傘、常備薬、歯磨きセット、ウェットティッシュとポケットティッシュ、エコバッグ、日焼け止め、タオル、スキンケアとか化粧品類、イヤホンかな。で、注意点としては台湾に行く場合はレジ袋がだいたい有料なので、気になる方はエコバッグが必要かな。もう一つお金かかる系で言うと、ホテルのアメニティが2025年の何月からか忘れちゃったんだけど、1月だったかな、有料化になったそうなので、日本みたいにこうご自由にどうぞっていう感じではなくなってると思うので、気になる方はシャンプーとか歯ブラシも持参した方がいいと思います。あと最後に SIM カードなんですけど、私はいつも eSIM っていう物理的にこう見える SIM カードじゃなくて、携帯の中で操作してもうダウンロードして使うみたいな eSIM の方を使っていて、クルックのアプリからそれを買うと、使うギガ数にもよるんだけど、1日地図とかしか見ないよっていう人はだいたい1ギガか2ギガで足りるので、私が買ったのは有効期間が3日間のデータ容量は1日1ギガの eSIM で、それがなんと100円だったのね。だからそれは事前に買ってて、で私たち5日間合計いることになるんだけど、でも実質丸4日なので1日足りないってことになるんですけど、私の使ってるキャリアが、楽天モバイルなので、楽天モバイルは海外で2ギガまでなら使えるの。だから最終日もしくは初日は楽天のやつを使って、あと3日間これで過ごせば大丈夫かなっていう感じです。ケンちゃんは、楽天じゃなくて使ってるキャリアがアハモなので30ギガまで無料。すごいよね、アハモで何にも設定しなくていいんだよね。すっごい便利だと思う。私は毎回着いたらその eSIM をアクティベートっていうのをしなきゃいけないから QR 読み込んで
はい使いますみたいなやつを3分ぐらいかけてやるんだけど、ケンちゃんはもう着いた瞬間からもう着陸と同時に使えるっていう。海外行く人はおすすめですよ。でも月額がさ、アハモの方が若干高い。ただアハモは、15日以上経つと勝手に速度が遅くなっちゃう。必ず30ギガ使ってなくても。海外にいたら海外にいたら15日以上は使えない。じゃあ次のヨーロッパ旅行とか危ないってことか。それがちょっと問題。なるほど。まあそれ以外にも eSIM とか物理的な SIM カード入れたいっていう方は現地の空港で買うよりもそのクルックとか KKday っていうのとか通して買った方が安いので、ぜひそちらを活用していただければと思います。クルックの方は私たちの KK バディ29っていうクーポンもあって、それを使うと初回は 6% オフ、2回目3回目は 3% オフだったかなっていう風になってるので、買う予定がある人はぜひ使ってみてください。こちらです。はい。でちょっとどんどん付け足してて申し訳ないんですけど、台湾ですごい便利なのがこのドリンクホルダー。これはね、台南で買って、その12月にね台南行った時にもっと違う色買いたいなって思ってたんだけど、そのお店が出てなかったんだよね。これポップアップみたいな感じで屋台みたいなところで買ったんだけど、なかなかこのタイプのドリンクホルダーが台北とか台中とかにはなくって、もう見たのがその台南の店舗だけなの。だからもっと買っとけばよかったって感じなんだけど、これは必須アイテムです。これじゃなくても似てるドリンクホルダーみたいなのが台北とかはたくさん売ってるので、そういうのをゲットしてみてください。はい、ということで海外旅行に預け手荷物なしで行くパッキングの紹介は以上になります。KK バディのラジオコーナー。はい、ということでついに KK バディラジオ始めます。嬉しいね。ついにやってきました、このラジオコーナー。ケンちゃん今日テンションがあんまり高くありません。いつもです。ケンちゃんってさ、テンション低いって思われてんのかな。そうだね。変わらないんだね。アップダウンないの。喧嘩してても多分分かんないと思う。私たちが喧嘩してる時たまにあるんですけど、自己中ある。疲れ溜まってくると喧嘩するよね。けどもしかしたらバレてないかもしれない。まあそれは置いといて、今後お土産とかを食べながら、買ってきたね。旅行で買ってきたお土産とかを食べながらちょっとラジオを撮ろうかなって思ってますね。自分たちのことだったり、いや聞こえるから絶対あんなくてもめちゃめちゃだって声拾ってるもん。そう、まあ確かに騒音ないもん。めっちゃ拾ってるね。ちょっと声量これはじゃ大丈夫だから自分たちのことを話したり、旅行の思い出だったりエピソードだったり、あとは質問があったら答えるっていう感じで、はい、そろそろ1万人いくしね。何かしながら聞ければいいんじゃない？そうだね。通勤とか通学とかお昼休憩とか聞いていただけたら嬉しいです。ちょっと初めての試みなので、もっとこういう感じがいいとかあったら最後に教えていただけると嬉しいです。じゃあまずお土産紹介ですね。はい、じゃあ今回は、台湾で買ったカーラッカーみたいなね、よくあるお菓子の限定なのかなこれ。定番土産のね。書いてあるわ。期間限定味だ、両方とも。こっちが多分焼きとうもろこし的な感じで、こっちがエビかな。合ってるかな。合ってなかったらはい、こっちは炙りエビみたいな感じかな。こっちに食べてみる。いいよ。これはそうだ。あとこれ、それ確か香港で買ったんだよね。マカオじゃない？マカオか。マカオでさ、味見したよね。
美味しかった。なんかむせる感じだったけど味美味しかっ杏仁クッキー、すっごいなんか細かいポロポロのた。言い方悪い。一番わかりやすいでしょ。飲み物が欲しくなるような感じだよね。サラサラ。でもすごい美味しくて、うまい。まあ味はうまい。そう買っちゃったんだよ。じゃあこれとこれ開ける？はい。じゃあまずちょっと食べてから話そう。いただきます。おいしい。海鮮だね。エビの味がするね。これエビイカかな。これめっちゃ美味しいじゃん。軽いね。止まらない。かっぱえびせんみたいな。じゃあ今回のトークテーマは今までに行った旅行先、海外編。海外旅行に行った中で一番好きだったところと、これから行く新しい国、行ってみたい国、2つのテーマでお届けします。はい。私たち動画撮り始めたの1年前だからさ、それより前に行った国もいっぱいある。ケンちゃん今までどこ行った？小さい頃から生まれてから今までに行ったことのある国。オランダ、スペイン、韓国、ハワイ、オーストリア、ドイツ、台湾、ベトナム、タイ。カナと会う前に行ったのは韓国ぐらいしか食べないと、アジアは。ああ、そうだね、全部初めてだったもんね。ベトナムとかタイとか、台湾も、その他はまあヨーロッパ行ったりとかハワイ行ったりとかあるけど、韓国ばっかり行ってたからね。美容オタク。別にどこだって韓国ばっか行くの美容オタクじゃん。食とカジノと。ああ、カジノ。私はアジアは韓国、台湾。待って、香港言ってないじゃん。あ、香港行ってない。あとマカオも。マカオも言ってない。あ、それセットじセットじゃないよ。じゃあ、アジアね。私は台湾、韓国、香港、マカオ。東南アジアがベトナム、タイ、インドネシア。ゃん。バリ？フィリピンって今言った。フィリピン。アジアはそれだけ。で、オセアニアはオーストラリア。で、カナダ。アメリカはカナダあるの？ある。なんで？トロント。いやいや。語学学校に、中学校の時の学校のなんか遠足みたいな、なんていうんだろう、課金制なんだけど、全員行かなきゃいけないわけじゃなくて、行きたい人は行けるよみたいな夏のプログラムで1週間とかトロントに行った、ホームステイ。そこで英語ができなさすぎて悲しくて、私すっごい英語できたの、学校で。もう授業を聞いてなくてもできるぐらい英語できてたのね、独学で。だけど全然話ついていけなくて、言ってることはまあ7割ぐらいわかるんだけど、ゆっくり喋ってくれるから全部言い返せない、返事ができないみたいな。で、考えてるうちに、何人かいる場合とかはさ、考えてるうちに話が進んでっちゃってさ、あ、また言えなかったってのがあって、英語勉強し始めた。それが中2。きっかけなんですが。ですね。アメリカはロサンゼルスとハワイとグアム。アメリカロサンゼルスだけ？今度はロサンゼルスだけ。なんでロサンゼルスだったの？ニューヨークは怖かったの、一人で行くのが。で、それは一人旅の予定だったから、まあ、ニューヨーク怖いってなったらロサンゼルスの方がいいかなみたいな感じで、ロサンゼルスには友達が何人かいたからなんとかなるかなと思って、その時は一人で2週間ぐらい行ったのかな。10日間ぐらい行った。社会人になって1年目か2年目か、結構早い時に行った。
そんな休み取れんの？うん。なんか別に最長何日でもよかったんだけど、5日以上の休みにするなら事前に申請しなきゃいけないみたいなのあったけど、まとめて休み取れた。で、あとヨーロッパでしょ。ヨーロッパはイギリス、アイルランド、スコットランド、オーストリア、イタリアかな。意外と少ない。そう。フランスは何回も行こうとしたの。3回ぐらい行こうとしたんだけど、でもテロ、コロナで行けなかった縁なくない？チャレンジしようとしたんだ。そう2016年にイギリス行った時にフランス行きたかったんだけど、近いから。その時はテロで行けなかった。でその後2年後とか3年後とかに計画してたやつはデモで行けなかった。交通機関が全部止まるみたいになってで、最後はコロナで行けなかった。だからそのぐらいかな。なんか言ってないかな。コロナって何？もう計画したけど急にコロナが流行って行けなくなったってこと？そう2020年の3月に行こうとしてたの、だけど2019年の12月ぐらいからなんかさ、流行り始めたじゃん、でちょっとやめとこうかってなった。で今まで行った国の中で一番好きだったのは、すごい咀嚼音するかも。好きだったの？なんかね、スペインとオランダはね、あんま覚えてないんだよね、高校生の時だったら。もう何十年も前だもんね。だから食事とかもあんまり覚えてない。何日間行ったの？高校の時。多分2週間ぐらい。2週間？それぞれ？別だもん。高校2年生の時にオランダ、3年の時にスペインかな。確かそんな感じだった。2週間行ってないかも。10日ぐらいかもしれない。すごい。だからあんまり覚えてないけど、オーストリアは2018年ぐらいに行ったから、すごい覚えてて、もう街並みがめちゃめちゃ綺麗だった。ウィーン？ちょっとウィーンとかどこ行ったの？オーストリアの。いや、わかんない。どこのか知ってる？そんなことある？その観光とかで行ったわけじゃないから、仕事で行ったから。でも自分がどこにさ降り立ったかわかるじゃん。降り立ったのはあれだよ、ドイツ。あ、ドイツ？ミュンヘン？ミュンヘンで飛行機降りてバスでオーストラリアに向かった。だからドイツ観光も1日したし、オーストリア観光も1日か2日ぐらいしてる。そうなの？けどオーストリアのどこに行ったかちょっと不明なの。おもろ。もう遡れないの？いや、遊びじゃないか。それでもわかるじゃん。もうわかんないの？写真とかでさ、どこだった？いや、写真はあるよ。ちょっとじゃあどこだったか後でチェックしようか。だから街並みは、オーストリアすごい良かった。で、食事もパン好きだからなんかみんな苦しんでたけど、2週間いたのかそれは、みんな苦しんでたけど俺は全然全く苦じゃなかった。パンとチーズとハムみたいな。私もオーストリアのウィーン行ったんだけど、ウィーンで食べたホットドッグがすっごい美味しかった記憶ある。そのパンがバカで、これ止まんなくなるね。ラジオに不向きなカリカリ音だけど超美味しい。そんな感じかな。でも台湾は一番最初に行った時にご飯めちゃくちゃ美味しいなって思ったし、ベトナム行った時は最初は台湾のがいいなって思ったけど、今思えばベトナムめちゃくちゃ良かったなって思う。ベトナム結構好き。タイは
けどベトナムの方がベトナムと台湾の方が好きかな。好き。そうなんだ。まあタイって言ってもバンコクしか行ったことないから。まあそうだね。チェンマイとか行きたいよね。そうとか海とか綺麗なリゾート地とかも行きたいし、だからその辺は分かんないけど、ベトナムと台湾はいいなって。ちょっとなんか台湾はもう慣れすぎて安全だから危機感全くないけど、ベトナムとかちょっとそうだね。バイクが多いからね。ちょっと集中してないと、ボケっとしてたらやばいするから、それがなんかまた逆にいい。そうだね。日本にはない刺激って感じだよね。で私はご飯で言うなら台湾かイタリア。台湾はやっぱコスパが最強。美味しいのに安いじゃん。で一人でも食べれるから好きで、普通のご飯もスイーツも美味しい。なかなかない。そのイタリアも台湾もご飯もスイーツも美味しいじゃん。でイタリアはやっぱり高いから、高いっていうか台湾に比べると高いから台湾の方がいいって思っちゃうけど、もしイタリアが日本から3時間の距離にあったらめっちゃ行くと思う。それはみんなそうだと思うそれは。いやでもさ、やっぱ距離のせいでさ好きが減っちゃうっていうのかわいそうじゃん。それはそうでしょ。そう、全てを加味するとやっぱね。だって旅費とだって2時間でメキシコ行けるって言ったら行きたいよそれ。だよね。それで一緒じゃない。だよね。街並みで言ったらスコットランドとかもすごい良かった。旧市街っていうのかな、古い街並みがすごい綺麗だった。でもやっぱりヨーロッパはベトナムとはまた違う意味で気を引き締めてないとちょっと怖い、スリとかね。で女一人で行くにはちょっと怖いっていう感じがしちゃう。アメリカもヨーロッパも。台湾はもう余裕って感じ。そういう意味で台湾が一番好きかな。台湾の飯すごい好きだよ。大好き。ドリンクとかもそうだけど、異常な量だよね。多分体に合ってんじゃない、口に合ってる。ちょっと夏暑すぎるけどね。夏が暑い。やっぱでも暑い方がいいよ、寒いより。でも私一人でさ行ったじゃん、台北だっけあれ。いやだけど死ぬかと思った。いやだけど暑い。暑い方がいいよ。それは寒いよりは暑いだけど、台湾の暑い尋常じゃない。いやそれでもまあケンちゃんはね、こういうなんかもうタンクトップ1枚で入れるじゃん。マイナス2度そうだ、それは嫌だね。0度とかでずっといるよりさ。ベトナムも暑かったよね。暑かった。タイも暑かったよね。タイも暑かった。私すっごい真っ赤になっちゃったの。でも弁タン市場で倒れそうになってさ、カフェ行った時すっごいもう熱中症って感じだった。今後行けなくなるぐらい暑くなりそうだけどね、温暖化進んじゃったら。東南アジア心配です。じゃあちょっと話が長くなりましたので。これ面白いかな、これ話。ラジオってそんなもんじゃないの？食うたら聞く。もうちょっとテンポよく話してもいいかもしれないね。次行きたい国、これから行きたい国っていうのはね、また次回話そうかなと思いますので、はい、この動画が面白かった、参考になったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。ラジオ企画続けてほしいという方はぜひよかったよってコメントしていただけると嬉しいですね。一人もラジオについて触れてこなかったら最後まで見てないってことだからね動画なんかあれじゃない？質問募集した方がいい。確かに。2人への質問。じゃあ2人に質
質問がある方、ぜひコメントでラジオネームとともに教えてください。そんな感じでいいですか？はい。はい。ではまた次の動画で。バイバイ。